綿入りの L 字ファスナーポーチです。中には充電器やイヤホンなどポケットがついているので収納できます。こちらの2枚の型紙をダウンロードして使います。説明文のところにリンクが貼ってあるのでダウンロードしてください。ないときはこちらの寸法で型紙を作ります。まずこちらの型紙で表布を切ります。輪にして切り取るとこんな感じになります。裏布はこのポケット部分のところとつなげたこの形で輪にして切り取ります。裏布はこのように折り返してポケットにするので表裏がない生地を使います。キルト芯はこの表地と同じ大きさに輪にして切り取って底のところを 1.5 センチぐらいカットしておきます。表地、裏地、キルト芯、それと35センチくらいのファスナーを使います。まず裏地にポケットを作ります。そこを3センチ折り上げて内側に折り込んだのをアイロンを当てます。ここに端ミシンをかけます。表地の上に重ねて下のラインに合わせて折り上げてアイロンを当てます。表地も裏地も両方半分に折って真ん中の線をアイロンでつけます。アイロンの上の印のところにペンでも印をつけておきます。アイロン線のこの裏布の真ん中にポケットの仕切りを縫います。底の方から縫います。ファスナーをつけていきます。ファスナーは裏返して開いてこの真ん中の線から5ミリ外側に留め具が来るようにセットします。端は布の端と揃えます。この印の5ミリ外側です。ちょっと布端が見えるくらいにセットして留め具のこの上から縫い始めます。カーブのとこは少しずつミシンを止めながら縫っていきます。最初のこの右側を縫うときはもう待ち針はつけずに布に沿わせて縫っていきます。ファスナーを閉めて布端の印をつけます。開いて反対側の端に合わせます。この下を留めたら次上をさっきと同じように真ん中から5ミリ手前のところに留め具を合わせて待ち針で留めます。間もこんな風に待ち針で留めて端ミシンをかけます。留め具の少し手前でミシンを一度止めます。
手前まで来たらこれを上に折り上げます。反対側も同じようにこのように折り上げて、そのままゆっくり縫います。こんな風に縫えました。次に裏布を重ねていきます。その前に後で返し口のところが返しやすいようにポケットを裏向けて、この底のところに1センチぐらい折り上げてアイロンを当てておきます。ポケットを内側にして生地を中表にして合わせて待ち針で留めます。表から縫うのでここに待ち針をつけていきます。真ん中の線は裏布と表を合わせるようにして留めます。このように留めてさっき縫った縫い目の内側を縫っていきます。カーブのところはファスナーが浮きやすいので手で押さえて縫い進めます。キルト芯を重ねて縫います。表側につけたいのでさっき切った 1.5 センチ分ぐらい開けてざっと留めていきます。こんな風に5箇所ぐらい留めて裏側からミシン目の外側を縫っていきます。仮縫いなので手縫いでざっくり留めるように縫ってもいいです。返し縫いもなしで大丈夫です。ファスナーを中に入れます。こちらとこちらの余分なファスナーを切っておきます。表同士裏同士を合わせるようにして縫い代は表側に倒してファスナーの位置を合わせて待ち針で留めます。ここまで縫って返し縫いをします。表地側から1センチの縫い代で縫います。上のキルトを少し横に避けて一緒に縫わないようにします。手前まで縫います。上に上げてたキルト芯を元に戻して返し口から表に返します。指を入れてキルトをちょっと引き下げておきます。端を1センチ内側に折り込んで端ミシンをかけておきます。表に返して整えます。角のところは指で押すようにして表側は目打ちで引き出します。この端のところファスナーのところも後ろから指を入れて引き出します。綿もちょっと鳴らすようにして表からアイロンを当てて出来上がりです。